好きな食べ物は何ですかって。おばあちゃん、チャオって言って。チャはい、エリコのおばあちゃんです。オ。名前は川崎初音。初音。95歳。おお。実家はね、精米所やった。うん。だからね、戦時中も食料には精米所やったから難儀戦やった。ずーっとお米食べられた。スコっていう山のあったっさね。スコ村って白石は何も山なかった。スコから芋は過労的なとさ、さつまいもはね。そして米と変えてくださいって言って、芋と変えてね。おばあちゃんさ、原爆投下された8月9日の時、どこにいたの？自分の原子爆弾見たよ。こうしとったよ。こうしとったの？佐賀県にいたの？佐賀県の白石町。島の白石町。じゃあ佐賀県にいたけど見えたの？そうそう、ただ竹の上をきれいに落ちたと見た。おばあちゃんの実家の兄さん。音も聞こえた？音は聞こえる。ただ空でこうあら何じゃろかって言ったら、風あった？何もそがんか長崎と佐賀や。ただ原子爆弾そのものは見た。その時おばあちゃん何歳だった？ 20歳前から、白石町の実家の庭から見た原子爆弾そのものは。その後ニュースでみんな知ったの？原爆。そうあれが原子爆弾やったって。もう長崎は全滅って聞いて。その時怖かった？戦争の時怖かった？いやー、うちたちは怖かったっていうことだからね。しかもなんかスペラーってしたい白石平やろ。原爆の日。海南島海軍から帰ってな。原爆とはもう全然関係ない。見たこともなんもなかった。その頃は海南島におって、台湾のさ外地にいた。兵隊さん、少年よかれん、こう落ちてあったの。でもこうお父さんがこうやった。こうは高等学校出たもんがこう。おじいちゃん何歳？今1月に5歳。おばあちゃんと一緒。すごいね。最初どこで知り合ったの？一番最初。おばあちゃんは満州におったけど、満州の方で5月に帰ってきてラジオ体操昔やった。ラジオ体操？そんな前からあったの？昔からラジオ体操はあった。絶対学校卒業したら朝6時にラジオ体操に行かんまい。行かんまやったと？強制？もうほとんど強制ね。戦時中やって。そして行った時お父さんがおばあちゃんは5月の何日やったかな、満州から帰ってきて、そして6月の26日からラジオと夏休みの始まりやろ。そして初めて行った時おじいちゃんが鹿島中学校に行くようになった。その時はね、自転車から来ようになったね。テレビ消したの？その時知るよ。おばあちゃんイタリアに来たことあるでしょ？どこ？ピサのシャトー。ピサのシャトー。あそこの横四方に泊まった。私ピサのシャトー行ったことないまだ。あ、そうね。歩いて行ってね、そうやって見てきた。あとベネチアも行ったでしょ？行った。船でね、うとってこいで回って。そしてガラス工場かな。有名な。島ね。ハワイも3度行ったよ。3回？おじいちゃんはもう海軍の飛行予科練習生。しかしもう途中飛行機には乗らんで
もう汚れん時代に終戦になって佐賀に復員して帰って、アメリカのいわゆる逆襲というか奇襲の作戦にも参加せんで、向こうで海南島で終戦になって帰ってきた。おばあちゃん今もし30歳になったら何がしたい？やっぱり事務員じゃろな。事務員？事務員、ああいう戦争のひどか時でも事務員に乗ったけん、徴用工にも名を引っ張られずにずっとそのまま20年勤めたけんね。やっぱり今でも事務員をしているか歌い手になっているか、どっちかさ。私の父なんかドドイツの歌わせたら大会一品ちゅうこと上手やった。何を歌わせたら？ドドイツ。ドドイツ。とても食欲。おじいちゃんは今30歳になったら何がしたい？何がしたいって今のこの時代で、そして30歳になったらなったその時にはどうしますかっていうこと。そうね、やっぱり昔のままの横連の延長海軍生活をずっと続けたかった、そうなの？ということ。おじいちゃんさ、今好きな食べ物何？好きな食べ物は何ですかって。なんで食べな嫌いなもんはなんかね。おばあちゃんは何が好き？うちおばあちゃんは刺身にあったかいご飯に煮つけ魚、これが一番。魚？刺身やったら魚でも食べた。おじいちゃんは寿司。寿司？寿司が好きなんだ。寿司にもいろいろありますけど、握り寿司、巻き寿司、ちらし寿司、いなり。普通押し寿司？料理した寿司はダメ。普通の。あら、本当ね、沢に行くとき、スコー寿司は頼んどこうかね。スコー寿司はとっとき。スコ寿司はうまかったね。ゆり子のばあばちゃんです。よろしくね、ゆり子頼みます。はい。またね。またね。またね。バイバイ。95歳です、2人とも。はい。ありがとう。ゆり子を頼みます。チャオ。ありがとう。はい。はい。